Used to stop this world from spinning. 絵を描き始めたのは本当に子供の頃だったからよく覚えてないんですけど、本当に子供の頃から描いてたんで、でもデジタル作業は高校の1年生ぐらいから始めましたね。よく覚えてないんですけど、多分、好きなアニメとか漫画とかのイラストを描き始めながら始めた気がします。一番好きだったのは修行っていう日本のアニメなんですけど、それのイラスト結構描いてた気がします。キャラデザとかが結構好きで、あと、キャラなりって言って、キャラが、変身したりするんですけど、なんかそれのデザインとかもすごく好きで、魔法少女みたいな感じですか？やっぱ、女の子の、憧れですもんね、そういうのって。それで結構好きになった気がする。基本的に日本のアニメを主に見てたんですけど、ゆるゆりとか、犬ボックスレットサービスとか、電気街の本屋さんが、花咲くいろはとか、ご注文はいいですかとか、耳をすませばとか結構いろいろ影響を受けてましたね。そうですね。女の子が可愛かったのは絶対見てた気がします、子供の頃は。でも、記憶に残るのはやっぱストーリーとか、そういうのが頭に残ってる気がします。その当時はね、練習だと思ってなかったんですけど、好きなアニメの、スクショとかを模写したりしてたんですよ。なんか、単純になんかそのアニメの絵柄っていうか、その、なんか絵がめちゃめちゃ好きだから、それを真似して、模写したりしてた気がするんですけど、なんか今、なんか最近思うとそれが練習だったなって気がして、こんな感じですね。最近はそんなしないですね。でも写真の模写とかはたまにしてます。すごく練習になると思います。自分が見逃してた部分とかをじっくり見れるっていうか、なんか情報量とかの勉強にすごくなりますね。美術系の高校に入ったんですけど、周りに結構漫画描く子がいっぱいいて、で、漫画描く子の中でデジタル作業やったことない人が自分しかなかったんですよ。それで結構焦っちゃって、私も何かデジタルでイラスト描けるようになりたい、頑張りたいってなって始めたのが高1って感じですね。美術系の高校に入って、実は職業として絵を描くかどうかは悩んでたんですよ。なんか、運が良くて入ったっていうか、目標が実はそんななかったんで、なんか、何を職業にすればいいか悩んでたんですけど、進学した後も。
それで、まあ一応周りがデジタルイラストみんな描けるし、自分もデジタルイラスト結構好きだったんで昔から。で、描いてみたいなって思って、描き始めたのがすごい楽しくて、それをずっとデジタルで女の子のイラストをずっと描いてたら、なんか、これを職業にしたい、私もイラストレーターさんになりたいって思って、描き始めたのがきっかけだった気がします。最初に受けたお仕事は、高校の3年ぐらいの時に、韓国のゲームアプリのお仕事だったんですけど、なんかそれが結構運が良くて、定期的な案件に繋がったんですよ。それで嬉しかったですね。お仕事の仲介サイトみたいな、なんかポートフォリオを載せて、会社さんからメールとか受けて、よかったらポートフォリオ拝見しました。よかったらうちの会社のお仕事やってみませんかみたいな感じの案件でしたね、最初は。その時はツイッターのフォロワーとかもそんないなかったんで、本当に3000人、4000人ぐらいかな。本当に少なかったんで、多分ツイッターは見てなかったと思います。一番優先としてるのは自分がやりたいかどうかが一番優先してて、その次が納期を基準にしてますね。やっぱ検証炎なのもあるんで、検証炎がなかったら、いっぱい書けるとは思うんですけど、書けるように限界ができちゃったのがありまして、本当にやりたいお仕事だったら、ちょっとここまで伸ばしてもらえますか、本当にやりたいんですけど、みたいな感じで、ちょっとお願いして伸ばして、やったりしてますね。自分がやりたいかどうかが一番優先されてる気がします。やっぱキャラデザとかの仕事あったら、このキャラデザの設定めっちゃいいなとか、自分が好きなゲームのお仕事だったら受けたいなっていうのもあるし、曲のイラストとかも最近結構やってるんですけど、この作曲家さんめちゃめちゃ好きな人なんだけど、なんかやってみたいなって思ったら、やっぱ作曲家さんに自分から言って、なんかジャケット書きたいです。使ってくださいみたいな、自分のこと使ってくださいみたいな感じでアピールしたり、そうですね。やっぱ自分がやりたいことを優先してます。そんな感じで。はい。実は自分の絵はいつもちょっと自分の理想と比べたらやっぱ物足りないなって思ってて、でも物足りないところがあるから自分の絵って成長できると思うんですよ。だから実際に、1万円ずつ伸びてるのかはよくわかんないんですけど、でもやっぱ去年のイラストとか見たら、結構伸びてる。なんか、上がってる。すごいってなったりしてて、それでなんかそういう成長していく自分の絵を見るのが楽しかったりしてるんで、自分的にはね、結構挫折したことはあんまなくて、成長できるからなんかゲームみたいな感じで結構楽しんでますね。これも本当にいっぱいあるんですけど、ゲームとかアニメの原案のイラストとか、音楽系のイラストのお仕事も最近めちゃめちゃ興味ありまして、そっちもやりたいし、あと、アメリカのアニメエキスポでしたっけ、それも結構興味ありまして、それのライブイングのお仕事もやってみたいなって思ってて、それか、ギャルゲーとかのお仕事も興味あって、あと、最近はキャラデザとかもいっぱいやりたいなって、キャラデザのことを考えるのが結構楽しくなってきてるんで、VTuber のお仕事とかもやりたいなって思ってますね。カラーラフと、その後線画、その後塗り、その後加工で仕上げみたいな感じで作業しています。
なんか女の子が自分にこうしてくれたらめっちゃ嬉しいっていうシチュエーションを考えて、それを元に書くって感じですね。やっぱ3日に1枚書くペースの頃は、そういうの考える時間とか暇とかが全然なくて、設定とかそんな考えてなくて書いて、単純になんか知り合いさんからこの子キャラデザよかったよ、この子の話見たいみたいな感じで意見を聞いて始めたのが連載だったんですけど、それでなんか最初書いたうさギャルちゃんとか猫ハイちゃんはあんま設定がなくて、後から設定がついたって感じだったんですけど、部長さん、剣道やってる子が一人いて、その子からね、設定を少しずつ決めて作業するようになって、アイドルちゃんからは、キャラデザを先にして、その後から設定とかちょっと決めて、書けるようになったら、一番最近出た委員長、風紀委員長の子がいるんですけど、その子は結構ストーリーまで考えたり、キャラデザも先にしたり、書くようになりますね。最近はちょっと、設定を先に考えてやってる気がします。きっかけは特になくて、単純に自分がシチュエーションを考えて書けるようになった時から自然としてなんかそのキャラクターの設定を考えるようになった気がします。なんかこの子はこういう性格してるから、じゃあこのキャラデザの要素を入れてみるかみたいな感じでつながるようになって、それでなんか自然と設定から考えるようになった気がします。ファッションはピンタネストっていうサイトから見たり、色とかは結構最近の服、最近の子って印象なんだけど、なんかその子は結構、なんかアイドルの、本物のアイドルのインスタとか見て、私服を真似したり、あと、結構地味なキャラクターだったら自分が持ってる服もあって、そういうのを着せたりしてますね。はい。構図はシチュエーションから考えてるんで、なんか自分が読者だと思って、自分が男の人みたいな、女の人でもいいけど、自分的にときめくシチュエーションがないと、書かないんで、構図、構図はいつもそう思ってる気がします。めちゃめちゃ意識してますね。なんか仕事絵だとやっぱ別件なんですけど、仕事絵はなんか指定書通り描くんですけど、自分自身が描くイラストは、このシチュエーションいいなって思うのしか描いてない気はします。漫画とかが途中に入るイラストもあるんですけど、それは大体最初から最後まで話の流れはちゃんと考えてやってるんで、それで結構めちゃめちゃ路線変更したりしたことはないんですけど、あ、こっちのセリフの方がもっとキュンとする感じはするなっていうのがあったら変更したりはしたことあります。自分って結構ブルーベ系の色が好きなんですけど、それで全体的にブルベで調整したりしてます。実はブルベ系の色めちゃめちゃ好きなんで、あったかそうなイラストだったら逆にイエローベとかに調整したりもしてるんですけど、でも大体それじゃないとブルベに調整してますね、最後。2020年のイラストとか見たら結構幼い系で、
めちゃめちゃ胸でかいと思うんですけど、なんかその時はそういうあんま描いたことがなかったんで、イラストをいっぱい描いたことがなくて、なんか描ける絵柄が制限されてるし、自分もなんか好みのイラスト、好みの年齢代とか、そういう美少女がいるんですけど、なんかそれを描けなくて、あの、そういう絵柄で描いてた気がするんですけど、最近見たら自分的に結構、頭身がちょっとあって、胸も普通みたいな感じに描けるようになって、なんか自分の理想に近くなってて、絵柄変化したなって、なんか周りからも結構いっぱい言われてますね。年齢代、なんか等身大違くなってないな。なんか等身結構高くなってるねとか、感想を言われたりすることもあって、あ、本当に変わったんだっては思ってます。You used to stop this world from spinning.